こんにちは、大沢です。今回は部屋のインテリアを組む際に気をつけていることをいくつかご紹介していきたいと思います。なんかインテリア関係の動画見てくださる方多くて、意外と需要あるのかなと思って、でこの動画はですね、インテリアの理論というよりは超自己流の感覚的な話になってきますので、少し抽象的な内容になるかと思います。あとは割と僕の部屋のテイストがインダストリアル寄りなこともあって、ナチュラル思考の方にはもしかしたらハマらない部分もあるかもしれないんですが、どんなジャンルにもね当てはまるようなお話もしていきたいと思いますので、こういった意見もあるんだなぐらいの感じで、少しでもインテリアを組む時の参考になれば嬉しいです。以前ルームツアーとかデスクツアーの動画もアップしているので、その動画も合わせて見ていただけると今回のお話が分かりやすいかなと思います。それではこの動画ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。はい、ということでまず気をつけていること1つ目は、目指すジャンルをできるだけ具体的に細かく決めるっていうことですね。これはお話しする上で大前提になる項目なんですけども、例えばインダストリアルといっても何種類もあるわけですよね。一番ポピュラーというかよく見るのはヴィンテージ感と組み合わせたような渋い感じの男前系って言われるジャンル、あとはミッドセンチュリーっていうすごく簡単に言うとポップな色とか形を組み合わせたような、僕の中では万人におしゃれって認識されやすいジャンルだと思ってるんですけど、あとは僕の部屋もそうなんですが、もっと工業的で無機質に寄ってたりオフィスライクなジャンル、一見おしゃれとは程遠いジャンルのインダストリアル、これは正直参考になる資料とかがあまりないので自分で取り入れていくしかないんですけど、僕の場合はコストコとか IKEA とかっていう外資系の企業の倉庫にグッとくることが多いので、そこの陳列を見たり照明を見たり、あとは映画に出てくる警察署の中とか、よく海外に行くとあるステンレスと白いタイルだけの質素な感じのトイレとか、気になるところを片っ端から写真撮ったりメモ取ったりして感覚を研ぎ澄ます練習をしてきました。多分これは自分がどれだけそのジャンルが好きかっていうのが重要になってきて、好きな気持ちが強ければそれだけ自然に研究心も生まれると思うので、こんな感じで目指したいジャンルはできるだけ具体的に決めた方がいいのかなと思います。はい、そして2つ目は気に入ったものばかりで揃えないということですね。これは僕一番もしかしたら気をつけているかもしれないです。例えばお店でめちゃめちゃ気になった照明があったとして、もう何も言うことないぐらい可愛いと。でも今の部屋にこの照明のテイストが合わない場合はいくら気に入ってようと買うことはないです。これは家具においても食器とかにしても服とかにおいても全てにおいてそうですね。気に入ったものばっかり揃えるとなんかこうドンキみたいな感じ、どうあがいてもどう頑張っても統一感が出ない感じが出てしまうと思うので、個人的にはですよ、なんかいい感じかもって思う部屋との違いってそういったことの積み重ねだと思っていて、この隣にこれを置いたら相乗効果でどう見えるかっていうのをめちゃめちゃ気にしますね。何にしてもトータルでどう見えるかってことですね。はい、お次3つ目は主要の色をガッチガチに決めるっていうことですね。これはもうかなり厳しめに決めちゃっていいと思います。この色とこの色以外使わないみたいな、もっと言うなら白でも黄みがかっている色味なのかとか青みがかっている色味なのかとか、ここもできるだけ具体的に決めていった方がまとまって見えると思います。例えば形が可愛い感じのものとクールな感じのもの、そういったのが混在していても色が統一されてればそれなりにパッと見揃って見えるんですよ。
僕は絶対的にモノトーンが主体でも温かみのない無機質な色味で、柄物は控えめで素材感でアクセントをつけるみたいな感じでインテリアを組んでます。僕は照明の色も気をつけてます。普通おしゃれな感じを演出するには暖色の柔らかい感じの色味で明かりをばらけさせて配置した方がいいと思うんですけど、僕はおしゃれにしたいというわけではないので、無機質で温かみを消した青みの強い色にしています。その方がシルバーとかグレーが入るので。はい、で4つ目はですね、冒険をあまりしないようにするです。これは慣れてくれば冒険する度合いを調節できるようになってくる。場数を踏んでいればうまいこといくと思うんですが、僕なんかは特にインテリアの勉強をしたことない素人なので、基本的にはベーシックなもので揃えてます。ただそのベーシックなものにこだわるっていう感じですね。いわゆるおしゃれを目的としたようなものは使わないようにしていて、この部屋の場合は全体的に見た時にまとまって見えるだけで、多分個々に見たらそんなにって感じだと思うんですよね。だってもともとこれを使って部屋をおしゃれにしてくださいっていうものじゃなくて、利便性を売りにしているものが多いので、たまにすごい大胆なインテリアの組み方する方とかいらっしゃるじゃないですか。これにここを組んだみたいな。例えばインテリアじゃなくて服のコーデとかに例えるとすると、修学旅行とかで普段おとなしい系の子がド派手なタイツに赤いエナメルの高いヒール履いてくるみたいな、なんか裾を折り返したらめちゃめちゃド派手な和柄に何色も使ったボディバッグ背負ってくるみたいな、その勇気は僕にはないので、あくまでベーシックな中でインテリアを組むようにしてます。でこの流れで5つ目に行きたいんですけど、じゃあ個性の部分はどこで出せばいいのか問題ですね。僕はですね、他人とどこかちょっと違っていたいという痛い部分があって、なのにここがめんどくさいんですけど、他人にどう見られるかっていうのも死ぬほど気にする人間なんですね。めんどくさいですよね。僕もめんどくさいんですけど、その結果一見普通に見えてよく見るとおかしな部分だったり、自分にしかわからないような仕掛けを組むようになりました。それはインテリアにしても服にしてもそうなんですけど、例えば僕が今使っている食器棚とかは実はもともとテレビ台として売っているものだったりとかして、一見形はベーシックじゃないですか。でも言われないとわかんないみたいな。この後ろにあるコンテナも台として見せちゃったりとか、あとは実験器具を収納にしてしまったりとか、そういった部分で個性を出してます。はい、最後6つ目。もうこれは自分の好みを抑えてしまう部分にもなってしまうんですが、味付けについてですね。装飾って言ったらいいのかな。フィギュアとかオブジェとか全員が必ずしも必要としない部分ですね。ちなみに僕の部屋の場合は必要だと思っていて、そこが5つ目に言った個性の部分ではあるんですけど、簡単に想像できるジャンルに一癖入れたいんですよ。例えばそこのテレビ周りの部分とか後ろの部分とかいろいろ置いてますけど、なんとなく統一感ありますよね。ちょっとなかったらすいません。でもこれって色だったり大きさだったり置く場所を考えているから、なんとなく馴染んでくれてるのかなと思っていて、やっぱりどのジャンルにしてもトータルどう見えるかなんですよね。なので例えば僕よくレゴやるのでそこに飾ってるんですけど、ものすごい欲しいレゴが今の部屋に合わなかったらどっかに隠します。なんなら買わないです。なのでレゴに限らず買う優先順位として物欲より今の部屋に合うかどうかの方が優先順位が上なんですよね。でどうしても欲しい、ここにこれを置きたい、もしくはここしか置く場所がないって時には、そこに置いてるスイッチみたいに自分でその部屋に合うようにカスタムをしてしまいます。これは力技ではありますけど、その1個が原因で部屋の雰囲気がそがれるなら、そこは強行突破しちゃいます。
日用品、歯磨き粉とか調味料とかそういった表に見える部分も気にしますし、それだけ味付けの部分、装飾になる部分ってすごく難しい。僕もまだまだ勉強中なんであれですけど、もう気違いレベルでここを徹底的にすればインテリアが成功する率が上がるんじゃないかなと思います。はい、ということでインテリアを組む時に気にしていることをお話ししていきました。感覚的なことって言葉にすると難しいですよね。うまく伝わってくれたら嬉しいんですけど、僕インテリアのプロでも何でもないので偉そうなこと言ってんなっていう部分もあったかと思うんですが、インテリアなんかうまくいかないなっていう方に少しでも参考になったら嬉しいです。最初にも言いましたが、ルームツアーとかデスクツアーの動画もアップしているので、その動画も合わせてご覧ください。はい、ではこの動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画も楽しみにお待ちいただけると幸いです。コメントも随時お待ちしております。それではまた。うん。